皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今年は担当というだけあって最低気温も10度前後の日が続いていた12月ですが、日曜日からは気温もぐっと下がり、最低気温も10度ほど一気に下がる予報が出ていて、やっと本格的な冬到来といった感じです。そこで急遽重い腰を上げてビニールハウスのビニール掛けをして、今日は多肉の冬支度です。ビニールハウスにビニールをかける前に、先に多肉棚に乗っている多肉を一旦外に出しておきます。ビニールハウスを設置して以来、年2回ビニールをかけるときと外すとき、この作業が恒例となっています。とりあえずほぼすべての多肉を出し終わりました。残っているこの多肉棚のトレイは紐でくくりつけてあるため、このままの状態でビニールハウスのビニールをかけていこうと思います。そして空になった多肉棚の下には半年分のゴミが溜まっていたので、きれいに掃除して、今からさらに水で洗い流していきます。年末も近いということで、ビニールをかけてしまうと、外からは窓や網戸も掃除できなくなるため、この時についでに水で洗い流しておきます。天気もよく、風もそこそこ吹いていて、濡れた多肉棚や床もこれならすぐに乾いてくれそうですね。そして何より厄介なのがこのエアコンの室外機です。この場所も結構ゴミがたまりやすいので、水できれいに洗い流しておきました。とここでついでに外に平置きした多肉たちにも水やりをすることにしました。前回雨が降った時にも水やりはしていたんですが、
気温が高い日が続いたせいか、多肉の土もすっかり乾いていました。今回は寒い冬でもビニールハウスの中で作業ができるように、この作業台をハウスのビニールをかける前に先に入れておくことにします。久しぶりに作業台の上がきれいになりました。そして一番心配だった作業台のサイズも室外機の上にすっぽりと収まりました。ここで誤算だったのが、思っていたよりも室外機が左側に寄ってしまっていて、作業をするスペースがあまり取れなかったことです。そして今まで作業台のあった場所は、作業台がなくなっただけでこんなにすっきりしています。ここで作業を中断して、今夜食べる野菜を収穫してきました。多肉のトレイを多肉棚に戻す前に、半年ぶりに外に平置きした多肉たちの様子を見ていこうと思います。改めてこうして平置きしてみると、こんなにもたくさんの多肉が多肉棚に乗っていたのにはびっくりしますね。このサボテンの寄せ植えは夏に葉焼けしてしまいましたが、少しずつ色が戻ってきました。家の中に置いていたミルクブッシュは寒さと日に当てないと紅葉しないため外に出しています。今年は虫が多く、レモンの木にも防虫ネットをかけています。そしてその隣には牛乳パックで育てている大根を置いています。そしてなぜだかここに桃江ちゃんが置いてありました。きっと移動させようと思い置き忘れたんですね。リメ缶に植わっているビアホップも寒さにあたりピンク色に紅葉しています。この葉が黄色く紅葉しているのはアエオのキウイです。少し前にやっと目覚めたドドランタリスです。今年もたくさん増やしていきたいと思っています。この黒胞子は日陰に置いていたため、葉が緑色になってしまっていました。このジャイアントブルーも日陰に置いていたため、あまり色がよくありません。一緒に植えているハートディライトも顔色がよくありませんね。そしてこちらの黒胞子の方が色が少し黒いんですが、移動させている途中に一本茎を折ってしまいました。黒胞子の横のこの七福神、いただいてきた時には枯葉がたくさんついていましたが、枯葉を取り土を少し足しました。ドーナツ型のハンギングの寄せ植えもいい感じに成長しています。このトレイは葉ざしから育てた多肉がほとんどです。その隣もまめに植え替えや鉢上げをしてあげればいいんですが、なかなか時間がなくて思うように作業ができていませんでした。このトレイの多肉ですが、多肉棚の一番上で暑い夏を越した元気な多肉たちです。そしてこっちの多肉は棚の一番下に置いてありました。ブルーリボンがまた一回り大きくなっています。隣のトレイでは外に置いてあったミルクブッシュが寒さにあたり枝先が赤く紅葉し始めています。
このスカスカなトレイは多肉がたくさんダメになりました。今年の夏はどういうわけかファンファーレが元気に育っていました。その隣のマイオトメは水を切りすぎたせいで下葉がだいぶ枯れてしまっていました。いただいた虹の玉もプリップリに成長しています。カットしたイマツリも新芽がだいぶ大きくなってきました。このデザートローズも赤く色づき始めました。隣のトレイでひときわ目を引く赤さのレッドスーパークローンです。鮮やかな赤色がとても綺麗です。そしてその隣のサーモンピンクの多肉はルエラです。淡い色合いがとても可愛く大好きな多肉です。今年はこぶいていたカンテをダメにしてしまったため、胴切りで増やそうか悩んでいます。ピーチプリではカットすればするだけ増えてくれる繁殖力の旺盛な多肉。我が家でもたくさん増えました。そういえばドドランタリスは水やり後に成長点に水が溜まっているとそこから腐ってしまうので注意が必要です。ラブリーローズもカットして同じポットに挿していますが、一つ違う子が顔を出していました。お昼ご飯を食べてお腹いっぱいになり、外に出てくると多肉棚もすっかり乾いていました。ということで今からこのビニールをハウスにかけていきます。その前にこの半年で緩んでいるジョイント部分をしっかりと差し込んでおきます。この作業意外と重要です。そして最後の大仕事、ビニールハウスの支柱にビニールをかけていきます。背が小さいので脚立を使い15分ほど格闘しながらビニールハウスのビニールをかけ終わりました。ビニールをしっかりと下に引っ張り、入り口は巻き上げておきます。多肉のトレイが入っていないビニールハウスの中はまだとても広い感じがしますが、ここに多肉のトレイが入るだけで一気に狭くなるんですよね。そして今回この作業台の高さの分だけビニールにまた切り込みを入れました。そしてこの室外機の空いているスペースにはまた何か物が置けそうです。最後に多肉棚に多肉の入ったトレイを戻していきます。この時少し多肉のトレイの配置を変えているものもあります。こうして毎年年2回ビニールハウスのビニールをかけたり外したりする作業をしていますが、毎年たくさんの方々に声をかけていただきます。この日は昼前から作業をしていますが、あっという間に日が傾いてきてしまいました。
3時半を過ぎると、家の前は日が陰ってしまうため、気温も低くなり、風が冷たくなってきました。急いで作業を進めていますが、多肉棚に置ききれない新しい多肉のトレイはベランダに持ってきました。この他にもベランダにいくつか戻した多肉もあるんです。それがこのピーチプリデです。その他にもこの白鳳の植わっている木のプランターも持ってきました。そしてなんとか5時前ギリギリになり、作業を終えることができました。ビニールハウスに入りきらない多肉は外に出したままになりますが、この多肉たちの寒さよけには不織布を使う予定です。結局作業台のあった場所にはご近所さんにいただいたワゴンや多肉を並べました。早速多肉棚の中に入ってみることに。中はやはり暖かいですね。多肉も所狭しと置ける場所に置けるだけ詰まっています。結局作業台の上も多肉だらけ。ここで作業をするには多肉を外に出してからになりますね。はい、ということで今日の動画は多肉の冬支度の準備をしていきました。いかがだったでしょうか。皆さんは多肉の冬支度ができていますか？まだの方はお早めに。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。